こんにちは。ギルクエソロの旅、パート12やっていきます。今回はチャージアックス会だよ。チャークはパート4以来ですかね。で、相手はどうします？ GP コン室で気持ちよくなれる相手として、キリンアッシュとティガーアッシュにするよ。ティガーシュがチャークと相性いいのは有名ですけど、キリンアッシュ大丈夫ですか？ TA 見る限り難しそうだけど、カウンター決まると気持ちよさそうだからやってみるよ。泥雪無効ですか？発動させたの初めてじゃないですか？チャークでキリンアッシュやるなら、必須クラスだと思うね。これ入れたおかげで耳栓切ったから、ラーの立ち回りは慎重にしないとだな。応急耳栓で、一応カバーはできますね。さっきちらっと映ったけど、武器はおなじみ、睡眠のやつね。これ、ほんと便利ですね。技物も入らなかったから、睡眠を生かして研いでいくつもりだよ。よーし、まずはキリンアッシュラーからだ。タイムを重視するだけなら、ぶっちゃけ体験でいいので、チャークを担ぐ以上は、カウンターを決めて気持ちよくなっていきましょう。カウンターコン室ももちろんだけど、細かな GP も見せていきたいよね。猫飯は野菜と酒で、ど根性と砲撃術の同時発動を狙ってます。チャークの榴弾ビンダメは、スキルで 1.4 倍まで強化できるんだけど、砲術師と猫の砲撃術で上限まで行くよ。猫スキルと合わせる場合は、砲術王以上は意味がないんですよね。そもそも砲術師単体で 1.3 倍って、相当コスパいいスキルだよな。今回は競争も使うんですね。どうしてもスタミナが危なくなること多くてね。快適性重視した結果の採用だよ。で、基本的な立ち回りはどんなもんですか？平時は、できるだけ角を狙って早く怒らせて、怒ったら無理に頭を狙わず、睡眠の蓄積を狙っていく感じかな。ふむ、まあ、明確な隙が少ないですもんね。もちろん、角とか後ろ蹴りには適宜 GP を合わせていくけど、根室が狙えるのはつらら攻撃だけだね。もちろん、GP ミスった瞬間大ダメージなので、ガチで1ミスも許されません。あとは、ラーも見据えて心眼をつけてるけど、これが結構大事だと思ったね。TA だと当然採用されてないので、あれは相当大変だろうなと思うよ。TA で採用されるのは9割くらいクーネなので、スロゼロだとスキルカツカツでしょうしね。もちろん心眼あろうとなかろうと頭を狙っていくべきなんだけど、そのためには、もっと連動を上げるのと、マップの厳選も必要だと思うよ。ステップやら突進やらで距離開けられると、追いかけるだけで一苦労です。なので、崖上スタートが理想なんだが、探索粘らないといけないからな。お、カウンターチャンスですよ。一発止めに備えて、最初から GP するよ。反撃成功です。これをどれだけやってくれるかによって、難易度と討伐時間が激変するぞ。つららの反撃以外では、スタンかダウンしてくれないと、なかなかまとまって攻撃することができません。そのスタンやダウンも、GP コン出から発生することがほとんどだから、早いうちにつらら来てくれないと、やることなくなるんだよな。この武器の場合は、睡眠も狙えますけどね。そうそう、一応言っとくけど、この武器白流すではあるけど、技物なしだと、普通に1エリアも立つに、青まで落ちちゃうよ。GP はもちろん、属性解放切りの切れ味消費になので、重たい印象の割に、切れ味消費はかなり激しい方ですね。あ、今の根室、頭に当たってないな。クーネと違ってヒットストップがあるので、最速で出すとタイミング合いませんね。スタンも、根室で発生する3便のうち、どこで到達するかで、追撃の時間変わったりするから。とにかく臨機応変にだね。TA とか見てると、ここにカウンターするだけか、みたいに簡単そうに思ったりするんですけど、いざ真似しようとすると、細かいところの方が難しかったりしますよね。キリンみたいな大技があるモンスターは、特にそうだね。つららに GP 根出するよりも、つらら以外の攻撃をどう裁くか、が難しいよ。それに、地味なところですが、どのタイミングで縦強化や便装填するかもかなり重要です。いちいちアクションが大振りなんで、儀式すらままならないことも多いんだよな。TA や上手い人のプレーを見てると、そういう難しさを感じさせないのですが、それだけプレイヤースキルが極まっているということですね。さて、この振り向き攻撃も逃さず GP 取っていきたいぞ。地味ですが、これで怒り解除したり、スタン取れれば爆アドです。あと、ダメ蓄積でつららに GP 根出した時にひるみ取れるようになるのも大きいね。
GP 放出一発ではひるまないので、ぶっちゃけ攻撃来ないお祈りしてますしね。これは、キリンに限らないことだから、事前に耐久値削っておく意識は持っておこう。つららの反撃はだいぶ安定してますね。一発目を GP できない場合、一発止めに備えて盾突きを出したいんだけど、とっさに判断するのが難しいな。つららの判定が意外と横に広いので、キリンとの位置関係から常に判断しないといけませんね。攻撃はダイナミックだけど、立ち回りはかなり繊細な武器だよな。だからこそ、うまく立ち回れると楽しさも一押しですけどね。このメリハリついたところが OG チャークの魅力よな。しかし、切れ足落ちちゃいましたね。睡眠間に合わなかったか。睡眠狙いで盾突き多用してるから仕方ないっちゃないんだけど。どぎたいけど研げない。この時間もどかしいです。あ、よかった寝てくれた。ナイスタイミング。砥石、回復、盾強化、全部できるからな睡眠は。特に、こういう広いエリアでは睡眠が輝きますね。隣エリアが近いなら、エリチェンして回復しちゃえるからね。回復できませんでしたね。今、モンハンあるあるいらないんだよな。このエリアは、コンガかブナハブラが湧くんですけど、どっちが湧いても妨害されないかヒヤヒヤします。一応、この世界最強のキリンアシュがいるんだけど、みんな生存本能大丈夫そう？まあ、ガブラスみたいに古竜のおこぼれ狙うモンスターもいますし、おこぼれ狙いにしては、古竜との距離感バグってない？距離感バグってる、ブナハだけに。それやめろ。我々のボイロ実況に、薄っぺらい漫才は入れないと決めただろ。それ、他のボイロ実況に喧嘩売ってません？売ってません。硬派な実況動画を目指しているだけです。本当かな？寒いのは、キリンアシュの攻撃だけで十分だよ。うまいこと言わないでいいです。硬派を目指すんでしょ。綺麗に終わった。さすが硬派なだけある。体力的にお祈りっぽかったですけど、まあお疲れ様です。この後ラージャンもあるんだけど、ラーはティガーシュの方で触れるから。とりあえず報酬行くね。武器はいっぱい出ましたね。レア銃はないですが。ボウガンは生産が優秀なイメージなんで、発掘のハードルはかなり高いよね。弓もカーマレギオンが強いので、波の発掘では妥協品にすらなりません。よーし、次はティガーシュだ。ティガーシュといえば、ガード性能2ですね。盾強化したチャークは、ランスガンスと同じガード性能になるんだけど、そこから GP するとさらに上がって、作中最強のガード性能になるよ。ティガーシュの大方向や回転攻撃にすら、ノーダメージで反撃できます。戦術的にチャークを担ぐ理由がある。数少ない敵なんだよね。進化を発揮するのはマルチですが、ソロでも十分強いですね。チャークでティガーシュやるの久々だな。マルチだと、ほとんどチャーク担いでましたけど、ソロはさすがに体験ばっかでしたからね。チャークは難しくてひりつくけど、うまく決まると最高に楽しいからね。よっしゃ行くぜ。ここでも応急耳栓と競争薬を飲んでおりますよ。最初気づかれるとテンポ崩れるから、向こう向いてますように。今回は大丈夫そうですね。よしよし、開幕から地味にテクニック必要なことするよ。うまく決まるでしょうか。OK、問題ないな。これ、ティガがモーションに入った後に攻撃当てないといけないんですよね。先に攻撃当てちゃうと、大方向になっちゃって、ガードしてもダメージ食らっちゃうんだよね。方向モーションの直後に攻撃が入るようにしつつ、小方向を GP、意外と難しいです。大方向は確実に GP 混出していくよ。大方向に差し込めるのはチャークの特権です。これやりたくてチャーク担いでるまであるからね。怒り時の GP 放出は確実にひるみを取れるタイミングで打ちたいですね。そうね。大技は即落ちレベルの威力だから、直後に攻撃重ねられると、なすすべないよ。時には、混出打ちたい欲をぐっと我慢する忍耐も必要です。あと、GP しなくても防げる攻撃は、無理せず GP しない判断をしたいかな。混出を頭に当てることが優先なので、集中力を削られたくないんですよね。もちろん、TA なら全部 GP して、ピンダメ稼がないといけないけどね。レアケースですが、
GP 瓶爆発によって意図しないひるみを取ってしまうこともあります。さ、1スタン終わったところで恐竜開口だ。ラーに備えて続撃にしていますが、ティガだけ考えると更新でいいと思います。反撃 GP でひるみ取りやすくなるしな。あ、睡眠も重なりましたね。盾強化切れちゃうけど、ここはトグの優先かな。この辺の判断難しいですね。要練習です。当然だけど、盾強化切れちゃうと GP どころじゃなくなるよ。仕方なく、素の皇室で起こします。一刻も早く盾強化したい。のけぞりダメージ、結構ありますね。いい許してくれ。反撃機械の損失にもなるのですが、キリンと同じ理屈で、おいそれと儀式できません。瓶に固執してると、あえなく突進に惹かれたりするからね。しかし、ここはうまく強化できました。今度は攻撃用の瓶を貯めないと、忙しいぜ全く。回転攻撃です。これを無反動でガードできるのも邪悪だけ。予備動作は分かりやすいけど、位置によって攻撃判定が出る時間が違うから、案外見極めが難しいよ。しっかり反撃でひるみ取れてますね。ティガの位置もいい感じだね。壁に背を向けて行動してくれると、バックジャンプで距離取られないから、反撃を取りやすいよ。距離取られると今みたいになります。突進来たな。突進、大方向のコンボです。突進からの方向は、一発止めと二発止めのパターンあるけど、大方向の判定ギリギリで GP 出せれば、どっちにも対応できるよ。変形切りで GP が出てる時間って意外に長いんですよね。見かけ上は間に合ってなさそうなほどギリギリだけどね。ここは GP 皇室が間に合わなさそうなので、昼道蓄積も考えて変形切りを当ててます。欲張るとすぐキャンプ送りだからな。140個体でなければ一発でひるんだりして GP 皇室入れ放題なんですけどね。一筋縄でいかないところが難しくもあり面白くもあるんだよな。一方マルチでは2人いればひるむので皇室祭りできちゃいます。4人揃っての GP 皇室プライスレスだよ。痛すぎ、昇天しかけたわ。欲張るとどうこう言ったそばから手痛いの食らいましたね。確か防御力830くらいあれば怒り値大方向も耐えれたよな。そうそう、別データで純倍率のチャーク持ってましたけど、防御力プラス50のおかげで拾った命何回かありましたよね。 G 級になると防御力はあまり重要じゃないけど、耐えれる耐えれないのラインとなると話は別だよな。ソロならど根性発動するまで見知りせでいいですけど、マルチはそうもいかなかったですしね。やっべ、マルチ恋しくなってきた。 HD バーいつでも待ってます。ほい、移動してきたよ。ラーに備えて煙を焚いております。チャークはノウトウが遅くて煙の最適にちょっと手間取るから、このエリアでの光線は最小限にしたいところだ。エリア1は結構順調だったのでもう少しだと思いますけどね。突進は基本 GP でいいんだけど、プレイヤーの直前で大方向に移行することがあるから、微妙な距離なら普通のガード推奨だよ。これは予備動作がちょい長いので2連ですね。ティガが息を吸い切ったくらいで GP すると両対応できるね。これは慣れるまで要練習だ。この大技を適切にさばく感じ、ジャーク使ってるなって思います。さすがの体験もこれは真似できないからな。よし、綺麗に終わった。6分ちょいくらいでした。順調ですね。ただラーも控えてるんで全然気を抜けないぞ。休む暇もなくラージャン戦です。心眼はないがガード性能があるので、圧倒状態でも攻撃をさばきやすい点を生かしたい。惰性がないとデンプシーとか GP 必要な攻撃も多いですからね。裏話にはなるけど、ティガー氏を安定させるまで何テイクか重ねてて、ラーで GP 決めまくる集中力がなかなか確保できなかったよ。チャークとラーは相性あまり良くないですしね。その分討伐時間も長くなりますし。あ、これは根出いけそう。解除読み根出決まりました。ラーは解除時かヒーカリ時くらいしか根出チャンスないんだよな。点灯時も位置関係がベストでないとろくな追撃ができません。スタンもしづらいし GP 反撃も取りづらい。普通に強敵だよ。
あちこち動きますしね。今のも、プレスの隙に解放に当てたけど、猶予が全然なかったしな。今のはちょっと出だしが遅かったですが。寝た寝た。続撃つけてると、一睡眠が早くてはかどります。種は取りづらいが、息継ぎできるのがありがたい。邪悪は、ピンやら切れ味やら、いろいろケアしてあげないといけません。でも、可愛いから OK。手のかかる子ほど可愛いですからね。たまに、すごい潜在能力を感じさせるところも、こいつが愛される理由だと思うな。実際、火力も高いですし、攻守両面で優れた武器です。PA 再局した。邪悪は解除能力自体は高いですが、解放切り頼みなので、コウドン運次第で手間取ることもあります。ああ、これこけるのは良くないな。近づきすぎましたね。無理やり S 使って食らってると、さらに良くないよこれは。ど根性を消費してるので、慎重にお願いしますよ。こういうワンミスから、全部崩れていくからな。相手の隙が見えたら、攻撃より防御優先が鉄則です。何気に今のも危ないな。ステップ来たら食らってたぞ。ラーは、向かって左側にいないと、急なステップに対応できません。落ち着け落ち着け。せっかく手が足をいい感じに越えたんだ。ラーで落ちるとか発狂もんだぞ。多少時間かかっても、丁寧に丁寧に。さて、再局2回目を経て疲労中だよ。やっぱ、ラーは10分くらいかかっちゃいますね。だいぶ慎重にはやってるけど、解放切りは割と積極的に入れてたけどな。移動、さすがに休眠に入ったでしょう。17分台か。まあ、邪悪にしてはまずまずだな。よーし、終わった。お疲れ様でした。とりあえず、報酬見ますか。睡眠の値はいいんですが。あの総中根、レア10だと思ったら7だった。赤と紫ほんと見づらいな。言うほど見づらいか？ふい、じゃ今回はここまでで。邪悪は、話したいこととか、印象的な場面が多かったんで、つい長くなっちゃいました。4G 邪悪の面白さを感じたり思い出してもらえたら嬉しいな。収録は大変でしたけど、病みつきになる面白さがありましたね。邪悪に焦点当てた動画、いろいろ出していきたいね。ほいじゃ、次の動画で。またね。